どうも、単独歩行者です。皆さん初夢見ましたか？私は見てしまいました。元日の夜に見たわけではないため、厳密には初夢とは言えないかもしれませんが、パニガーレにトンと当たってしまい、盛大に転倒させる夢を見てしまいました。朝、どよーんとした気持ちで目覚めて最悪の気分でしたが、実際にこかしたわけではないので、まあよしとしましょう。話は変わりますが、東京大阪間のツーリングで大阪に向かったからには、当然バイクで東京に戻る必要があり、現在は無事に東京に戻ってきています。しかし、500km 以上バイクに乗っていると、その尋常ならざる辛さを実感しますね。ところで、バイク界隈はどこか成熟していない子供っぽい一面があり、特に X をはじめとする SNS との相性がすこぶる悪いように感じます。というのも、長距離ツーリングをした方が偉い、タイヤを端まで使えた方が偉い、排気量が大きい方が偉い、音が大きい方が偉い、など、X でアピールする人が多いように感じます。そうした投稿は、特に初心者には魅力的に映るかもしれませんが、多くの場合、一歩間違えれば事故につながる危険性もあります。そのため、どのような情報を取得するかは非常に重要です。しかし、派手な投稿はインプレッション数が伸びやすく、目につきやすいので、その点が悩ましいところです。私のインプレッションが壊滅的に低いので、力不足で申し訳ないですが、大事な情報は、ご自身でしっかり取捨選択していただく必要がありますね。というわけで、微力ながら長距離ツーリングの気づきを率直にお伝えしたいと思います。まず、東京大阪間およそ 550km の移動は、車で行く場合と比べて体感的には4倍くらい辛いです。ここで注意してほしいのは、もう体が動きませんという状態にはならないものの、それでも一瞬一瞬の判断が鈍っている点です。その鈍りに気づけるかどうかが、事故を防げるか否かの大きな分かれ目になると思います。そのため、疲れて早く帰りたい場合でも、無理なスピード違反やすり抜けは控えた方が良いと思います。また、疲れた場合にサービスエリアで休憩を取ることもあるかと思いますが、バイク乗りが快適に休憩できる場所はほとんどありません。フードコートで30分食事をとった程度では体は回復しませんし、ゆっくり座れる場所も意外と少ないのが現状です。では、どうすればよいのかという話ですが、そもそも満身創痍になるほどの長距離移動を避けることが大切です。途中で宿泊するか、高速を降りて漫画喫茶などのゆっくり体を休められる場所で休憩を取るのが良いと思います。また、予想外のアクシデントに見舞われた時のために、スケジュール取る日には余裕を持たせ、途中で予定変更ができるよう準備しておくことも大切です。それが心のゆとりにつながり、より安全で快適なツーリングを実現できると思います。また、この時期は寒さにも注意が必要です。気温が10度前後であれば、普段街乗りで使っている防寒着でも耐えられますが、4度を下回ると冷気が防寒着を突破してくることがあります。そのため、保温性に加えて防風性のある装備をしっかり準備しておくのが良いと思います。長距離運転も寒さも昼夜で異なる走行中の雰囲気も結局のところ体験してみないとわからないことが多いです。しかし X で良いとされているからといった他人任せの動機ではなく、自分自身の体の声をしっかり聞きながら安全第一で事故のないようにすることが大切ですね。と、本日はこんな感じで長距離ツーリングの気づきをお伝えしてみました。まあ、免許を取ったからには全て自己責任なので好きに乗ってもらえれば良いと思います。ただ、一時の憧れで無理をして事故を起こしてしまうと、バイクを楽しむどころか、その魅力を失ってしまうことにもなりかねません。だからこそ、最大限楽しめるよう、自分の状況や限界をしっかり判断してもらうのが一番ですね。気をつけるよと思った人は、ぜひいいねを押してください。爆音で膝すり300キロだ、キャッハーと思った何も話を聞いてなかった人も、なんとなくいいねを押しておいてください。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。
X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。